自分の命に対しての責任、自分の人生に対しての責任をよそに転嫁している。ペンネームバナナさん、33歳の男性からですね。はじめまして、33歳独身の男です。ある日偶然和尚さんの動画を見つけ、気がつけば毎日のように拝見させていただいております。こういう相談の投稿をさせていただくのは人生初ですが、よろしくお願いいたします。私は九州の宮崎出身で、18歳から23歳まで神奈川県の建築科の大学に通っていました。1年留年して無事卒業後、神奈川で建築に関する仕事をしていましたが、続かず辞めてしまいました。その後、故郷の宮崎に帰り、建築や建築以外の仕事をしてきましたが、どれも1年続かず、職を転々としてきました。最初は何とかなるさと前向きに捉えていましたが、だんだん気持ちが沈み込んでいき、ついに27歳の時、クローン病という難病を患いました。それでも最初は前向きな気持ちでいました。何せ目標がなかった人生でしたから、病気を治すという目標ができたことで、気持ちが少し軽くなった気がしたのです。というのは、母親も潰瘍性大腸炎という似たような病気を患っていましたから、当時は周りが心配するほど絶望的な気持ちではありませんでした。奇妙なことですが。でもそれも長くは続きませんでした。病気の痛みと、まだもっと先の話だと思っていた不安や恐怖が常につきまとい、医師の口からは聞いたこともないような絶望的な言葉しか伝えられません。同病患者は手術されている方が多いのですが、幸いにも自分はまだ手術までには至っておりません。新薬の登場でなんとか寛解期という病気が抑えられた状態を保てるようになりました。が、やはり痔瘻といった手術などで29から30までの1年間入退院の繰り返しでした。毎晩のように切腹自殺する夢に苦しめられました。そして31歳から32歳の2年間、安月給の工場の仕事に就いていました。それから SNS で同病患者の人が病気を克服したという話を聞き、それが神奈川にあるということでいても立ってもいられず、2年間働いていた職を一旦辞め、すぐに辞められるような仕事に就き、半年間宮崎で働いて貯めたお金で現在神奈川県に住んでいます。そして今病院にも通っています。仕事もその方に紹介されました。しかし今仕事で失敗したりしてモチベーションが上がらず、紹介していただいた方にも怒られ、関係も悪化してきて治療院も満足に行けません。なんとか最低ラインの通院はできています。ですが紹介先の仕事はきつめの肉体労働で、気力が続くか不安です。周りとのコミュニケーションもうまくいっていないように思います。仕事がなくなれば通院もできなくなり、まして生活もできなくなります。通院先からは体を治すには3年かかると言われているので、3年はいなきゃいけないが、それが難しくなりそうです。ここでも自分の根性のなさに嫌気がさします。故郷で付き合っていた彼女とも別れ、もう良い年の両親のもとを去ってまで治療のために神奈川に来たのに、私は今の私の人生がずれた人生だと思っています。原因は中学2年生の頃、やっていたサッカー部を辞めて友達もいなくなり、そこから今の自分の性格になり、人とのコミュニケーションの仕方がわからなくなりました。人との付き合いが何をやってもうまくいかず、現在に至ります。小学生の頃は何でも話せていたし、喧嘩もしたし、思い出はいっぱいあります。しかし中学2年生から全然できなくなりました。そこで相談です。私はあと何年の人生か分かりませんが、自分の満足いく人生を歩みたい。でも方法が分からない。このまま何もできず、誰の記憶にも残らず、馬鹿にされたまま人生を終わりたくありません。産んでくれた母親のためにも。私を導いてください。漠然とした内容でこんな相談をされても困ると言われそうですが、
こんなダメな私に何かアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。よく禅寺などに行くと、玄関の入り口のところですね、玄関のところに却下証拠という言葉が書いてあります。却下証拠、これは文字通り自分の足元を振り返って見つめなさいという、自分を振り返って見つめ直しなさいという言葉なんですけれど、バナナさんの問題は病気になったことも含め、自分の人間関係がうまくいかないということを含め、仕事の問題も含め、どこかで自分の命に対しての責任、自分の人生に対しての責任をよそに転嫁している。そうじゃないって反論するかもしれませんが、この質問を見る限り私にはそう思える。これ病気を患っている人はね、やっぱり反発を覚えるかもしれませんが、いろいろな病気が世の中にあります。でも体のことをよく勉強してみると、最終的に人間の人体は9割がまだ解明されてないって言われてますので、いろいろな原因というのがあってね、体が病気になる。でその中には外からの要因で病気になるということもあるし、自分の中側からの何かが原因で病気になるということの両方があるんです。でそのうち、私もクローン病って医師ではないので詳しくないですし、またおそらく医学でもクローン病ってきちんと解明されていない難病だと思うんですね。でもこの内臓、もともと例えば腸というのは第二の脳と言われるぐらい、非常に人間の心持ち、人間の心と深い関係を持っている臓器です。自分の心の持ち方の小さな積み重ねというものが病気に発展していくというケースは、今現代の科学が発達してさまざまな角度からの方向からの研究で分かるようになってきました。例えば腰痛というのは筋力不足が原因ではないということがもう分かるようになってきました。腰痛というものはその8割7割近い要因は実は人間の心の持ち方だということが最先端の研究で分かるようになってきているんです。何かに対して怒りを持っている、何かに対して反発を常に感じている、そういう人たちは腰痛になりやすいとか病気になりやすいとかということが最先端の科学でも分かるようになってきました。バナナさんのクローン病が心が原因だということを断言はしませんが、私は大きくバナナさんの心持ちというものがご自分の病気にも関係をしているんではないかと感じますし、逆にこれからのご自分の心の動向というものは間違いなく病気の解放に向かうか悪化に向かうか現状維持になるかというところに大きく関係してくると思います。なぜならば私たちの心というものは私たちの免疫力に大きく関係するからです。私たちのストレスというものに大きく関係をするからです。バナナさんの問題はこのクローン病という難病を自分の人生において起きた、自分に与えられた一つの訪れたこの試練をチャンスと捉えてないことです。私たちの目の前ではさまざまな出来事が日々起きます。病気を自分の不幸と捉えるか、病気を一つのチャンスと捉えるか、これはどのように捉えようが
病気は病気。けれどもその捉え方はバナナさんの選択に任されているんです。もう一度言います。病気というのは体が何らかの形でバナナさんの生き方そのものに対して、バナナさんの生活習慣そのものに対して警鐘を鳴らしているというサインだと受け取っていただきたいんです。処方箋、なかなか難しいことなんですけれども、私も事あるごとに自分に言い聞かせている5つの心の持ち方があります。日常護身という5つの心がけです。全部で5つ、この5つを実践していただきたい。自分に言い聞かせてぜひ実践していただきたい。これが私からの処方箋です。はいという素直な心、すみませんという反省の心、どうぞという謙譲の心、私がやりますという奉仕の心、ありがとうございますという感謝の心、この5つの心を今勤めている仕事においても、バナナさんに仕事を紹介してくださった方においても、実家の親に対しても、病院の先生に対しても、そして自分自身に対しても、この5つの心を持って接するようにしてみてください。人間にとっての一番の可能性は素直ということです。難病を患ったこともありましょうが、バナナさんのこの質問を見ていて、私が一番最初に読んですぐ感じたことは何か。この人に欠けている、今一番欠けていることは素直さだということです。このクローン病という難病は命を脅かす可能性がある病気ですよね。どうせ死ぬかもしれない。これはバナナさんに限ったことではない。すべての人たちがみんな金さん銀さんのように100歳まで生きるという保証はどこにもない。3歳4歳5歳で死んでしまう子どもたちはいくらでもいる。それが人生です。人生というのはできるだけ早く素直になったもん勝ちなんです。素直になった人に道は開けます。素直になった人に幸せが訪れます。どうかこの日常護身を自分で実践してみてください。アホになって実践してみてください。バカになって実践してみてください。必ずそこから次の道が見えてくると思います。最後に一つの例として、命を脅かされるような難病、病気を患ってこれをチャンスと捉えて人生を変えた偉大なる人を紹介したいと思います。長野県に伊那食品工業という会社があります。寒天パパという商品、そういった名前で知られている会社です。この伊那食品工業の塚越会長という会長は、世界を牽引する日本のトップ企業であるトヨタ自動車の社長さんが密かに教えを請う人物です。塚越さんは10代の後半に難病を患って、当時結核という病気ですね。これは当時からしてみるともう命が生きていられるかどうかわからないという難病です。それを高校生の時に患って、なんでこんなに若くして自分は病魔に侵されて呪われた運命を送らなければいけないんだ、そのようなことで病院のベッドで苦しんだそうです。学校にも行けず、将来の夢も絶たれ、でその絶望的な状態で、どうせ自分にはもう命がないのであれば、
後悔しないような人生を生きたいということで、さまざまな生き方についての本を読み漁り、そして今伊那食品工業創業以来、創業ではないですね、塚越会長が事業を先代から継承して以来、連続して何十年も売り上げを伸ばし続けているという会社です。会社の社是、皆の目標とする会社の在り方は、いい会社を作りましょう、それだけ。非常にシンプルで、社員と社会の貢献を考えた偉大なる会社です。日本が世界に誇る会社です。会社が有名であるとかそういうことではなくて、私はこの自分の命をも脅かす病気を不幸と呪うのではなく、チャンスと捉えて人生を変えた一人の誇れる日本人として、ぜひバナナさんにも知っていただきたいと思います。病気というものはくれぐれもチャンスになるか、それともそれがもう不幸の始まりになるか、これはその人の捉え方次第なんです。バナナさんがどちらを選択するかはあなた次第。その上で、もう今は治療方法がないと、対処方法がなかなかないと言われている難病であるからこそ、その難病を患ったバナナさんにできることは何か、人生の可能性というものを切り開いていく極意である素直さを取り戻してください。日常ご心、はいという素直な心、すみませんという反省の心、どうぞという謙譲の心、私がやりますという奉仕の心、ありがとうございますという感謝の心、これを毎日心の中でつぶやき、バナナさんが出会うすべての人たちに対して実践しようとしてみてください。次の一歩が必ず見えてきます。応援してます。頑張ってください。